意識を拡大した指導者たちの事故は工事の事故と呼ばれる。最初にグラウンディングした人たちは工事の事故と一体化しようとしました。しかし時が経つにつれて彼らは自分が本当は何者なのか、なぜ転生中に大きな困難に直面する可能性が高い惑星で地球の器を選んだのかを忘れてしまいました。自分たちが何者でなぜ地球の器に入ったのかを忘れてしまったために、自分たちが地球に来た理由が惑星のアセンションを支援するためだったことも忘れてしまったのです。勇敢な戦士たちの多くは3次元の地球人であることの難しさを知るために困難な子供時代を選びました。彼らは母国ではトラウマになったり虐待を受けたりするような子供時代を経験したことがありませんでした。実際彼らの多くは自分の本質的な意識を成熟した存在に置くことを選択したため、子供時代を経験したことがありません。そうすることで彼らはすぐに自分の任務に取り掛かることができたのです。地球に来て児童虐待、貧困、機械不足、病気や先天性欠損症など数えきれないほどの問題を抱えた時、彼らは何が起きているのか、どうすればそれを克服できるのかを理解する術がなかった。そのため彼らは意識が3次元だけの認識に限定されることがあまりにも多く、3次元の人間に堕落してしまったのです。幸いなことに彼らの中には自分自身や生まれた家族について学び、3次元の生活の多くの制限を知ることができる4次元の意識バージョンに移行することができた人もいました。困難な子供時代、制限、分離、戦争、放棄といった3次元の迷路に迷い込まなければ、彼らはとても強く、とても賢くなった。その時、彼らは分離、時間、空間、誕生、死、苦しみ、その他多くの課題に支配された3次元の惑星での人生の3次元と4次元のイニシエーションを通過したことに気づいたのです。しかし他の勇敢な戦士たちは、惑星の変化の責任は全て人間にあるため、ガイアを助けるためには人間の姿に転生し、しばしば子供や幼児として3次元の人間になる必要があることに気づきました。幸いなことに彼らはある時点で3次元の多くの幻想によって表示されるものよりもはるかに多くの現実があることを思い出し始めたのです。これらの人々はもし自分の意識を拡大することができれば、生まれつきの創造性、異次元的な想像力、自然の喜び、ガイアとその多くの存在に対する深い愛を発見することができるだろうと気づいた。彼らは人類を研究する必要があること、そしてなぜ多くの人類が本来の多次元的な自己を忘れてしまったのかを発見した。実際、彼らは迷い、混乱した人間の多くが自分たちと同じように幻想と負のエネルギーフィールドに迷い込んだギャラクティックであることに気づいた。彼らは5次元の母なる世界や船には存在しなかったので、ネガティブエネルギーフィールドが何であるかさえ知りませんでした。やがて私たち宇宙船のメンバーは覚醒した人類を助けるために地球に転生することを志願した銀河の友人たちの夢や瞑想の中に現れるようになった。私たちは覚醒した人類をより高い4次元または5次元に意識を拡大し、私たちを知覚できるようになった人たちと呼んでいます。当初私たちは船を頻繁に露出させましたが、それは人間を怖がらせたり私たちを神とみなしたりするだけでした。私たちが神や救世主のような役割を果たすことは有益ではありませんでした。しかし私たちは3次元と4次元の仮想を超えて意識を拡大するという課題を克服できる人間を見つけることができれば、他の人々が工事の力を信じることを支援できることに気づきました。私たちの多くは人類を支援する最善の方法を発見し、地球が自分たちと同じように生きている存在であることを思い出させるために地球で転生をしました。
私たちは人類が自分たちの上にいるように見える外部の人物を持つことを楽しんでいることを発見しましたが、彼らは私たちのメッセージに耳を傾けるのではなく、しばしば原始的な方法で私たちを崇拝していました。問題は、今も昔も地球はシリウス星系で進化した社会から来た存在たちによって支配されてきたということです。この社会は道を踏み外し、他者を援助するどころか他者に危害を加えるようになったのです。残念ながら多くの人類はシリウス人の支配的な霊に従ったのである。しかしシリウス人が常に支配的だったわけではないのだが、それはまた別の話である。本来シリウス人は内なる力を失ったため、自分たちがされたことを繰り返し他人を支配する力を持つことを選択したのです。